こんなことある？食べ過ぎでしょ。はい、それではエチオピア航空でアディスアベバに飛び立とうと思うんですけど、ゲートオープン直前からもうすごい人の群がり方。シート配置は 3×3×3 ですね。ちっちゃめだけど液晶画面もあります。でシートピッチはかなり広め、短距離路線なのにすごい広い。まさかの日本の映画がありました。最近話題の長野芽郁さんですね。機内食チキンかビーフを選べてチキンを選びました。で飲み物はワイン。チキンが全然美味しそうな匂いしない。アディスアベバに着きました。約30分遅れ。はい。で入国はですね、結構いろいろ聞かれはしたけど、次どこ行くとかホテルどこだとか聞かれはしたけど、入国は普通にできました。ただ今荷物待ちなんですよ。めちゃくちゃ遅い。暇になったのでエチオピアのご紹介します。エチオピアの首都はここアディスアベバになります。エチオピアの通貨はブルというもので、本日現在1ブルが 1.07 円。結構エチオピアではアメリカドルが使えるみたいなので、そっちのレートもちょっと確認をしておこうと思います。今日の1ドルは 142.62 なので、142.6 円で計算しようと思います。でアディスアベバの今の気温は17度、最高気温20度、最低気温14度だったみたいです。寒いんかい。やっと荷物受け取りましてですね、こちらのエティオテレコムっていうところで SIM カード買いました。5ドル、アメリカドルの5ドルで1週間10ギガ使い放題で、ボイスとかもあるよってやつです。それの上位プランで1週間で50ギガかな使えるもので10ドルっていうのがあるんですけど、最初それしかないって言われたんですよ。いや嘘つけっつって5ドルでやれって言ったらやってくれました。ネットの噂でもちらっと見た記憶があって、でやっぱそうでしたね。そのプランあるくせに高いのを買わせようとしてきますんで、皆さん気をつけてください。めちゃくちゃ大誤算。勝手にアディスアベバってウーバー使えるものかと思ったら使えないんだね。チクったよ。で一応タクシー乗ったんですけど、20ドルの提示を15ドルでもう OK しちゃったんですけど、高いっすよね多分。やっちまったかな。ただね今めちゃくちゃ雨降ってて、もういいやと思って15ドルで乗っちゃいました。タクシーですぐ着きました。泊まるホテルアトラスインターナショナルホテルというところです。チェックインします。チェックインしました。まずベッドは普通ぐらいのサイズ。一応清潔そうではあるね。で机と椅子が2つで、一応デスクはあるけど、一応下に電源はあるけど汚ねえな。テレビはなんか YouTube を見れるとか言ってました。でクローゼットはあるけど、広いけどハンガーが2つだけ。洗面所、トイレ、見たこともないぐらいちっちゃいトイレットペーパーで、シャワー、お湯出るかどうかを、でもし特筆すべき点があったら、また後でお話しします。でアメニティが石鹸のみです。もう他なんもない。 Wi-Fi はまずなんだけど全然接続安定しない。このアトラスインターナショナルホテルに2泊するんですけども、2泊朝食付きで 1788 円、トリップドットコムで。朝食付きとはいえ1泊5000円超えで、これはきついっすね。これはきつい。この価格だったら絶対もっといいホテル取れたと思う。なんか久々に完全に失敗したって感じですね。エチオピアの物価って結構安いっぽいので、ちょっと5000円超えでこれはないっすね。無料の水は1本あるんですけど、炭酸飲みたかったんで1階のバーでコーラ買いました。70単位なんだっけ、70ボルでした。ではですね、もう今日は寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝食付きなのでホテルの朝食をいただきます。これがですねインジェラですね。で食パンと米と野菜以外のこの2つは完全に謎の料理です。なんかジュースあるって聞いたらなんて言ってるかさっぱりわかんなかったんだけど、ジュース1種類だけありました。ちょっと飲んでみます。スイカだ。スイカジュースでした。これ分かりました。インジェラってやつ皆さんご存知ですか？日本人の旅人の間で見た目雑巾味はって言われてます。表面がブツブツしててもう見た目だけで気持ち悪いんだけど、このインジェラなんですけども、テフという穀物を原料とした発酵させたパンだそうです。ではそのインジェラをいただきます。
噂には聞いてたんですけど、酸っぱいんですよね。これで酸っぱいって皆さん想像つかないでしょ。酸っぱささえなければ、味はないけど食えるんだけど、この酸っぱいのがきついわ。ではこの手前にある謎の料理を食べていきます。なんか見た目これもインジェラっぽいんだけどな。これ多分インジェラだよ。インジェラの酸っぱさにちょっと辛みを加えた感じ。まずコーヒーいただいたんですけど、コーヒーはめっちゃくちゃうまいです。めっちゃくちゃうまい。エチオピアってコーヒー発祥の国らしいですね。コーヒーがめちゃくちゃ有名な国なんですけど、めっちゃくちゃうまいコーヒー。多分エチオピアの豆じゃないかな。美味しいです。今インジェラを美味しいコーヒーと一緒に流し込もうと思ったら、コーヒーと合わさったらさらにまずくなった。これコーヒーと一緒に食わない方がいいっすよ。何これ。ごちそうさまです。インジェラっていうほどではないけど、やっぱきついっすね。インジェラ以外も美味しくなかったっすね。野菜が食えるけど、それ以外がちょっとしんどいかもしんないな。この部屋ベランダがあって明るくなったので改めて撮ってみます。アディスアベバ普通に都会っすね。結構ボロい建物が多いような気がする。もう目の前廃墟があるし。改めておはようございます。5月7日水曜日朝8時47分になります。では今から出かけようと思うんですけども、今日ちょっと重要なミッションがありまして、明日からですね、ツアーに行きたいんですよ。ツアーに参加したいんですよ。ただまだ予約とかはしていなくてですね、直接今から旅行会社に行って予約してこようと思うんですけども、行き先がですね、日本人の旅人の間で世界一過酷なツアーと言われているダナキル砂漠のツアーに参加したいと思っています。どの旅行会社に行くかっていうのなんですけども、旅行会社は日本人に御用達だというエティオトラベル&ツアーズ、通称略して ETT っていうところで予約しようかなと思っているので、そちらに今から行きたいと思います。移動方法なんですけど、昨日着いてから Uber 使えないことに気づいたので、昨日は高額な料金タクシーに払って行っちゃったんですけど、アディスアベバで使えるこの黄色いライドっていうアプリ、こちらが使えるということなので、急遽先ほど落としました。で、なんかクレジットカードの登録は日本のクレカだと難しいらしいんですけど、現金払いができるので、現金昨日空港でキャッシングしておいたので、問題ないかなと思うので、このライドというアプリで車を捕まえて ETT まで行こうと思います。今車を待ってるところなんですけど、今まで雨土砂降りだったのに奇跡的に雨止みました。やっぱ俺晴れ男だわ。エチオピアのライドはですね、乗車位置に来てくれるわけじゃなくて、乗る人間が見つけに行くっていうスタイルなので、ちょっといろいろ難しくて時間かかったんですけど、なんとか乗れました。ライド308ブルーでした。 ETT が入っているビルがこちらですね。こちらの中にあるはずなので、入ってみます。結構渋滞がひどいです。アディスアベバ。はい、ビルの中に入ってきたんですけど、あれ書いてねえな。今書いてなかったんですけど、エレベーターの中におばちゃんがいて、で ETT って言ったら9階のボタンを押してくれたんで、9階っぽいですね。ここに座ってるおばちゃんです。誰？昔日本にいたエレベーターガールみたいな感じですか？こちらが ETT みたいです。すいません、ETT の中撮影禁止だということで、すいません、撮影できませんでした。それでこのお兄ちゃんがホテルまで車で送ってくれるそうなので送ってもらいます。でなので急展開な感じになっちゃってたんで、後で ETT の中で起きたことはお話しします。ホテルに着きました。今までの顛末をお話しするんですけど、先ほどのビルの9階に ETT のオフィスがあって、2泊3日の世界一過酷なツアーダナキル砂漠の予約をしてきました。料金は400ドル、ネット情報とかにも全く同じ金額で出てたので、正規料金という感じだと思います。明日国内線の飛行機に乗ってセメラっていうところに行って、でそこからおそらく車で行く感じになるんだと思います。で予約をしたらホテルまで送ってってやるよって言われて、無料で送ってもらいました。でそれでめちゃくちゃ大きい荷物があるので、それどうしようかなと思ったんですよ。あとパソコンもあるしっていう、道中どんな感じかはよくわかんないんですけど、パソコン持ってったらちょっとやばいんじゃないかと思ってて、ガタガタ道とかだったらパソコン壊れちゃう可能性もあるので、どうしようかなと思ったんですけど、明日ツアー開始で明日が5月8日で、5月10日にこっちに戻ってくるんですけども、5月10日から宿泊するホテルを今急遽予約しまして、荷物を今から預かってくれないかっていう WhatsApp 経由でメッセージを送ったら、いいよっていう返事だったので、3日後から泊まるホテルの方に大きい荷物、パソコンを含めた大きい荷物を預けに行こうと思います。今の
のうちに簡単に世界一過酷なツアーと呼ばれるダナキルツアーの説明をしておきます。火山を鑑賞できたりとか、塩湖を見たりっていう感じですね。2泊3日なんで、ツアー中2泊するんですけども、どちらも野宿になるみたいです。シャワー浴びれるのかとか、トイレどんな感じなのかとか、さっぱりわかんないんですけど、で、このダナキルツアーの道中は、季節によっては50度近くぐらいの場所らしいです、その砂漠が。5月がどうなのかっていうのはちょっとわかんないですけど、本当40度、50度ぐらいの道中を行くらしいですね、暑い時は。なので、いろいろと不安しかないんですけど、頑張っていこうと思っています。それではですね、パソコンが入ったこのでっかい荷物を3日後泊まるホテルに預けに行きたいと思います。で、徒歩16分ぐらいなんで歩いて行っちゃいます。アディスアベバは道の状況もめちゃくちゃ悪いっすね。もうナイロビの方が全然マシだわ。こんな感じだと思わなかったよ。この大通り沿いの道もこんな感じだからね。アディスアベバ環境悪いな。この辺の道中もあんなでっかい廃墟みたいなビルがあるからね、結構ただならぬ雰囲気があるね、アディスアベバ。いや、もうこっちもこんな感じですよ。廃墟なのか今建ててるのかわかんないけど、汚いから廃墟な気がする。ナイロビ着いた初日に、治安が悪いとされてるところを歩いたんですけど、個人的にはナイロビよりもただならぬ雰囲気を感じるんだけど、どうなんだろうね。無事に荷物預けられたので、またライドで車呼んで今乗車中です。では観光へ向かいます。またちょっと天気が怪しい。やばい、めちゃくちゃ雨降ってきた。どうしようかな。ライドお会計450ブルでした。雨だいぶ弱くなった。やってきたのが民族学博物館というところなんですけど、大学の構内にあるみたいで、大学の門のところまでしか入れないとのことだったので、ここで降ろしてもらいました。先ほどの門を入ってきました。ということなので、今大学の構内っていう形になると思うんですけど、今までの街並みと比べたら全然綺麗ですね。ちなみにここから結構近くに国立博物館もあるんですけど、 Google マップ上で臨時休業中ってなってるんですよね。ここ行きたかったんですけど、ちょっと行けなさそうなんで、民族学博物館というところに向かっております。こちらみたいですね。民族学博物館です。入ってみましょう。はい。では、写真を使ってボラギノール方式でお送りいたします。入場料は250ブル。キャッシュレスオンリーなので、クレカ払いしました。館内はこんな感じなんですけども、説明書きがほとんどの場所でなかったので、正直よくわからないところが多かったです。この博物館があるアディスアベバ大学の歴史の展示があったり、植民地時代から独立を果たすまでの歴史に関する展示がありました。なぜここにライオンがいたのかは全くわかりませんでした。2階へ上がるとさらに古い時代の展示がありまして、こういった陶器とか、あとは当時の住居などを再現しているブースがあったり、あと狩りの歴史や道具に関する展示もありました。そしてこちらはエチオピア帝国最後の皇帝であるハイレ・セラシエ一世の寝室があったりとか、あとこの扉の向こうにはバスルームがありました。洗面台2台ってなんか最先端。その後進んでいったら、なんとアートギャラリーもありました。ただですね、ここはちょっと特筆すべき点ははい、今出てきました。すいません、中写真は OK だけどビデオはダメということだったので、ボラギノール方式でお送りしていると思います。で、中はですね、思ったより全然良かったですね。はい、では来た時と同じ大学の門を出て、またライドで車を呼んで次の目的地へ向かいます。ライドですぐにドライバーさんと落ち合うことができました。ライドのお会計220ビルでした。やってきたのはセントジョージチャーチというところです。なんか入ろうとしたら、一応撮影 OK かどうか警備員警察官みたいな人に聞いたら、ちょっと待てって言われて、でそこら辺にいたなんか誰なのかわかんないけど、普通の兄ちゃんみたいなやつが私と対応しだして、改めてカメラ撮っていいかって聞いたら、ちょっと待てって言ってどっかに電話しだして、電話の相手もよくわかんないですけど、チケットオフィサーだって言ってたけど、じゃあなんで電話なんだよって話なんですけど、でそしたら1000ビルだって言われて、いや高えだろって話をして、でそれでいろいろ言い合ってたんですけど、結局撮影なしだったらタダなのかって聞いたら、タダだって言ってて、マジかって話で、結局すいません、ちょっと1000ビルはちょっと納得いかなかったので、撮影なしで入ってきました。セントジョージチャーチの特徴は8角形してるんですよね。
外側が八角形してて、で外壁とかは結構歴史ある感じで、結構見応えある感じでした。でカメラ持ち込みで本当に1000ビル必要なのかどうかはちょっとごめんなさい、わからないです。セントジョージチャーチの駐車場にいた車とライドマッチングできたんですぐ乗れました。続いてやってきたのが三位一体教会というところです。また雨降ってきちゃった。英語だとホーリートリニティカテドラルっていうらしいです。今中に入ろうとしたらこのおっちゃんに声かけられて、チケット必要だって言われて、教会の手前側にチケットオフィスがあって1500ビルでした。高いけどさっきと違ってちゃんとしたチケットオフィスだったから払っちゃいました。さっきのおっちゃんについて入り口入ったんですけど、鍵が閉まってて鍵開けてもらうの待ってみたいな感じで、ほんとなんかお金払った人だけしか中すら見れないみたいな感じになってます。でそれで教会の中に入りました。おお、なかなか綺麗、ビューティフル。でこちらの三位一体教会は1941年にハイレ・セラシエ一世によって建造されたそうです。ステンドガラスが結構綺麗。天井はすごい綺麗。カテドラルの後ろから見た画角だとこんな感じです。いや綺麗な形ですね。もう一個教会があるから行くぞと言われて、よくわからないままついてきました。さっきのおっちゃんに言われるがままにミュージアムに入ってこいと言われたんで、私一人で入ります。すいません、ミュージアムの中撮影禁止でした。で中はエチオピア最後の王様キングとクイーンの王冠とか玉座とかそういったものが飾られていました。そしてこちらもチャーチらしいんですけど、形がさっきと全然違くて、こっちはトラディショナルなチャーチだって言ってます。まさか教会の外にまで案内されるとは思いませんでした。傘なしで外歩いたんでね、服がびっちゃびちゃです。マジで寒い。今ライドで車拾ったんですけど、ホテル帰ってシャワー浴びます。はい、ということでホテルに戻ってきました。ライド380ビルでした。ちなみに今の気温14度みたい。最高気温でも16度。寒くない？なんでこんな寒いのか不思議だったんですけど、アディスアベバって高度2300メートルぐらいあるみたいです。寒い寒い。ホテル1階のレストランでジュース、ファンタ買っちゃいました。70ビル。ではですね、夕食までちょっとゆっくりするんですけど、天気次第ですね、どこで飯食うかは。そんな感じです。では、また後で。時間は5時40分になりました。天気良くなってきたんで、もともと行きたかったところに行こうと思います。で、またライドで車呼びます。今ちょうど6時になってやっと車捕まりました。ライドの車220ビルでした。やってきたのはですね、ヨットアビシニア文化レストランというところです。どうやら有名そうなので来てみました。席に通されましたが、お店の雰囲気はこんな感じです。ここにですね、ステージがあるんですけど、ここでダンスとかそういうのがあるらしいです。ただ調べたところ夜8時からっぽい。メニューはこんな感じです。まあいろいろあるよと。もちろんお酒もあります。頼んだのがローカルビールと、あとこれにしました。ビーフフィレクックトゥウィズオニオンガーリック&シーズンドバターカムズオンファイヤー。まずローカルビールが来ました。でも全く読めません。ではこの全く読めないビールいただきます。いただきます。深みはないですけど、喉越しはまあまあ。今配膳されました。こちらがビーフですね。めっちゃくちゃうまそうでいい匂いします。謎のタレかなんかがあって、これはおしぼりじゃありません。インジェラでございます。いただきます。この肉の迫力がすごい。ではまず何もつけずに肉だけいただきます。ビーフフィレですね。あ、めちゃくちゃうまい。これタレとかつけないでいいんじゃないかな。うまいよ。そこまで柔らかいわけじゃないけど、普通に弾力があって美味しい。暗かったんでもう一回スマホのライトに照らして撮ってます。肉うまいです。いただいたからにはインジェラも食べますよ。ちゃんと見た目雑巾味わい。いただきます。肉はまあほぼ肉で、玉ねぎもそこそこ入ってて、で緑色のやつはそこまで辛くない唐辛子でした。でこのタレなんですけど、左側はマスタード、右側は味噌っぽい味、味噌とバーベキューソースの間みたいな。で奥の粉状のものはもうわかんないです。表現のしようがない。
ごちそうさまでした。お会計1960.75 ビルでした。ではまたライドで車呼んでホテルに戻ります。すぐ目の前にいたドライバーさんとマッチングしたんで一瞬で乗ることができました。やっぱ私が泊まってるアトラスホテル周辺だけ捕まんない感じかな。それ以外の場所だったら結構すぐ捕まります。ホテル着きました。ライド230ビルでした。それで明日朝早いので今のうちにこのホテルの評価をしたいと思います。星5つ中1つです。ダントツで過去最低ですね。もしここが1泊2000円だったら星3つなんですけど、1泊5000数百円で取ったので絶対ないっすね。5000数百円でこれは。まあ理由としては清潔感は特にないですし、アメニティは石鹸のみ、水圧はめちゃくちゃ低いで、とにかくネット環境が悪いです。ほぼほぼ繋がんないです。場所も微妙ですね。空港から結構そこそこ近くて、場所はいいんじゃないかなと思って期待してきたんですけど、ライドとか車が捕まんないです。常に渋滞してるんですよ。逆に場所も良くないじゃんって感じでしたね。5000数百円で泊まるとこではないです。はい。ではですね、明日朝早いので今日はもう寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。5月8日木曜日朝4時53分です。では1階に降りてチェックアウトして送迎車を待ちたいと思います。1階のフロントに降りてきたんですけど、フロントのおばちゃんが裏で爆睡してます。ボーイのお兄さんがいて起こそうとしてくれたけど起きません。もう知らんで。もうツアー車来たら行くで俺。5時22分に迎えが来ました。今から空港へ向かいます。5時31分、ボレ国際空港のドメスティックターミナル着きました。無事に制限エリア内に入ってきました。今時間5時54分です。今からエチオピア航空ですね。またそれでアディスアベバからセメラというところに行きます。6時45分出発で8時5分に着く予定になってます。こちらがボレ国際空港のドメスティックターミナルになります。結構こじんまりとしててカフェが2軒あるだけって感じです。これ時刻表なんだけどエチオピア航空しかないじゃん。はい、ではボーディング搭乗開始となったようなので向かいたいと思います。どうやらこのプロペラ付きのこのちっちゃい飛行機みたいですね。乗り込んでいきます。エチオピア航空アディスアベバからセメラ行きの機内になります。 2×2 のシート配置で小型機ですね。シートピッチはまあ当然のように狭いですね。では飛び立ちました。アディスアベバからセメラへ向かいます。まさか機内食が出るとは思わなかった。すごいところに来ちゃった感じがする。何これ。エチオピアセメラの空港に着陸しました。セメラの空港着きました。アディスアベバと全然違くて暑い。そしてめちゃくちゃ天気がいい。でさっき高度調べたら9メートルってなってたんで、もう全然違いますね。暑いです。ここセメラの空港には私たちが乗ってきた航空機1台しかいません。ここセメラはアディスアベバとは時差はない。日本とはマイナス6時間差なんですけど、気温が今27度だけど最高気温36度だって。36度アディスアベバと違いすぎるっしょ。今空港出てきたんですけど、空港はこんな感じです。で空港の周りはまあ向こうにちょっと建物はあるけど、まあ施設的なものは何もない感じですね。今この2台が ETT だっていう話なので、まあどっちかの車に乗車する感じになると思います。8時7分出発です。8時16分朝食会場に着いたようです。9時までの間朝食とコーヒー食っていいぜお前みたいな感じで言ってました。私たち ETT のグループはこのテーブルにいる人たちで、おそらく車2台に分かれて、まあ2グループで行動を共にするっぽいです。私と同じ車は私以外に中国人の1人の方とアメリカ人1人の方で、もう1台は中国人4人グループっていう感じですね。ほぼアジア人朝食はこんな感じですね。食パンインジェラかな、これインジェラとエッグ。猫がいてパンをあげると可愛く食べてくれる。可愛いね。9時6分朝食会場を後にしました。隣のノルウェー人の方が加わりました。
はい日本語ちょっと喋れるね。はいすごい。ひたすら何もないところを車で爆走してます。最初はどこに行くのかよく分かりません。相変わらず車で爆走してるんですけど、なんとこの車エアコンがついてます。だからちょっと涼しいです。急になんか休憩だみたいな感じで車は止まったんですけど、すごいとこ来てますね。サウジのエッジオブザワールドをちょっと思い出す。何にもない。朝食の時に加わったノルウェーの方が本当に日本語をちょっと喋れて、めちゃくちゃ明るくてめちゃくちゃ面白くて、なんかいいツアーになりそうです。ちなみに車はナイロビのサファリツアーと一緒でトヨタのランドクルーザーです。今34度。今34度なんだけど、ドライバーさんが言うにはおそらく42度になるだろうということです。爆音のエチオピア音楽とともにこのすんごいところを通ってます。なんか後続の車が来ないから休憩だみたいな感じになってまた止まりました。いや、ここもすごい景色よ。さっきも車中で行ったと思うんですけど、今日42度になるみたいで、ちなみに今36度でした。ただ車の中は、正直ちょっと暑いけど冷房はついてます。だから今のところそこまで過酷ではないかな。で、あと何回も言うけど、隣のノルウェー人の28歳の若者がずっと私の話し相手になってくれるので楽しく過ごせてます。こんなちゃんと舗装してある道があると思わなかったな。結構あんな感じで崩れてはいるけど、舗装道路があると正直思ってなかったから、今のところはそんなガタガタ道も少ないです。いや、しかしまだ全然途中なんだけど、えらいとこ来ちゃったわー感があっていいですね。楽しいっすよ。基本的には何もないところをずっと進んでるんですけど、たまにこういうちっちゃい村みたいなところに通りますね。車を止めて休憩みたいです。気温はついに40度になりました。40度で、周り見てください。何にもないです。すごいとこ来ちまったって感じですね。トイレは、その辺でしていいということだったので用を足してしまいました。女性はどうすんだろうね。次、湖のところで車止めてくれました。で、ここアフデラレイクって言って、意味はソルトレイクっていう意味だっていう風にドライバーさんが教えてくれました。いや、こんななんもない砂漠地帯だったのに、こんな大きいソルトレイク、塩湖があるんだね。ちなみに現在の気温は42度です。ということで、この見晴らしのいいところに来ましたが、いや、ほんと広いな。これがアフデラレイク。ソルトレイクでございます。いやー、こんなとこにこんなもんがあるとは、全く思いませんでした。ソルトレイクと逆側にカメラを向けるとこんな感じで、もうすごくないですか、これ。もう私の語彙力じゃどうやって表現すればいいのかわかんなくなってきました。1時20分になりました。ここでランチみたいです。ランチはこんな感じでした。手前がなんかチャーハンっぽいので、こっちがじゃがいもメインの野菜煮込みみたいな感じかな。めちゃくちゃうまそう。米食います。味薄めだけど美味しい美味しい。高菜チャーハンみたいな雰囲気です。うまいうまい。急に襲われちゃったこんなことある？食べ過ぎでしょSo fast 有料だけどみんなでコーヒー飲むことになりました。エチオピアンコーヒー。うまいね。エチオピアのコーヒー美味しい。マカリステル。ガブリアル・マカリステル。今子供たちとサッカーの話題で盛り上がってます。渡るエンド、渡るエンド、渡るエンド、イエーイ。渡る。いやー、三笘、カオル三笘、カオル三笘。なんでかよくわかんないけど、子供たちが観光客に寄ってきたら、なんか大人たちが離れろって怒ってくるんだよね。まあ確かにさっきチョコレートくれとか言われたけど、別にそんないいのにな。暑すぎるせいなのかわからないけど、車のエンジンがかかりません。助けて。いろんな人間が押してくれて、なんとかエンジンかかりました。暑すぎる。なんじゃこりゃ。2時21分、ランチ終わって出発です。暑い。ただいまの気温43度でございます。相変わらずとんでもないところを来ています。もうこんな景色見たことないよ。今 Google マップにない道を行ってるんですけど、明らかに最近できたっぽい道を通ってますね。もしかしたらちょっと前にはここは道がなかったのかもしれないです。見えるかな、あの先に砂嵐みたいなのが起こってますね。あれがもうほんといろんな各所で起きてます。
トイレ休憩となりました。今3時20分、気温は45度です。やばい。やっぱり舗装されてないガタガタ道に入りました。この世の終わりみたいなところに入ってきました。そして一段とまた悪路になってきました。向こうがすごいことになってるけど、あれ雨降ってんだって。さっき稲妻も聞こえたり見えたりしました。いやいや、なんか半端ねえな。でも隠れちゃいそうだから汚いから、とりあえず撮ってます。綺麗。太陽隠れちゃったけど、これはこれでなんかすごい綺麗、美しい。今なぜかイバンと一緒に車の上に乗っております。こちら暑いけど気持ちいい。なんかすごいとこ来たよ。これあれじゃない？水が張ってない時のウユニ塩湖と一緒じゃない？まあウユニ塩湖行ったことないけど。ちなみに今夕方6時43分、気温はまだ40度です。